手をぐっと持ち上げます。ちゃんとできてますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。でレスラーの皆さんは食べて、藤井さんは9時っていう。あ、僕はもう顎で。お疲れ様です。お疲れ様です。今日のちゃんこ版はなやさんということで、はい。ぜひ紹介お願いします。そうですね。今日はまずメインがハンバーグとエビフライお差し入れいただいたやつなんですけど、あとこれも差し入れいただいたてっちゃんのコクうま味噌味。あとこれですね。これがブロッコリーとトマトのサラダです。トマトもたくさん差し入れいただいたので、トマトと玉ねぎで中華風に味付けしてなんかたくさん食べれるようにしています。あとは差し入れいただいたキムチが、これはきゅうりのキムチと長芋のキムチですね。ししとうのキムチになります。あとは塩ちゃんこです。ありがたいことに野菜差し入れいただいてるんで、どんどん使って食べれるように、そんなに手間はかかってないですね。どれもさっと作れるようになってます。じゃあ今日これをドラゴンゲートの皆さんに振る舞うということですかね。はい。そうですね。美味しいといいですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすみません。座りましょう。失礼します。ありがとう。じゃあせっかくなんで、はい、食べましょう。すみません。いただきます。いただきます。今日はありがとうございます。ありがとうございました。懐かしいですね。ドラゴンゲートの道場に行かして、そうですね。もうあれ1年前以上ぐらいですかね。だいぶ前なので。望月ジュニアがね、ラーメンちゃんこを作った。ラーメンちゃんこ、味噌の味噌バターでバター入れてですね。ラーメンちゃんこを食べさせてもらって、ドラゴンゲートの親方もね、野菜切ったりとかね、していただいてね。少し邪魔なのか手伝いなのか分からないですけど。じゃあ手つけて食べてください。ありがとうございます。いただきます。本当です。ありがとうございます。食べましょう。じゃあちゃんこ鍋もついてくれる？はい。いやもうちょっと親方さっきからハンバーグがすごい気になってて、ハンバーグ20個30個あったね。ハンバーグありましたね。いや差し入れでたくさんいただいてハンバーグですね。はい。ちょっとハンバーグいただきますいただきましょう。か。いただきます。ぜひ召し上がってください。これソースは手作り。これソースはですね、ここちょっと左手行って歩いていくと、青色の牛乳の看板24時間やってるお店があるんですよ。有名なローソン。そこであそこだ。藤井さん、早々に突っ込んでください。ツッコミどころ満載。いやこれのソースは手作りです。手作りで。俺らのちゃんこももっと研究していかないとな。いろいろ醤油ちゃんこと何ちゃんこだっけ、うちのドラゴンゲートのちゃんこ。味噌。そういう味噌。まあ塩か。はい。定番やな。いつも一緒になっちゃってるんで。一回さ、ジュニアポン酢とかの俺豚チリ好きやからさ。豚チリ。今度豚チリお願いします。豚チリってわかります？わかんないです。まあ平たく言うと豚しゃぶみたいな
シンプルだよ。白菜、豆腐、ニラ、はいまあえのきも入れたらいいし。白ご飯食べられますか？白ご飯は？あ、白ご飯いただきます。いただきたいです。はい。じゃあみんなあ、僕は大丈夫です。辻さん以外はい。ミータンでしたっけ？みょんみょんみょんあ、みょんみょん欲しいです。はい。みょんみょんでございます。みょんみょんみょんどうですか？ジューシー。ジューシーですか。じゅわー肉汁がなんか口の中に広がって。いただきます。ありがとう。いただきます。ふわふわでソースもめっちゃ美味しいです。ちょっとお米が早く欲しいです。はい。すみません。はい。すみません。せかしたわけじゃないです。すみません。後回しに早く。すみません。ありがとうございます。すみません。ちょっとお米も一緒にいただきます。なんかわざとらしいですね。なんかわざとらしい。そうですね。ジュニアさんなんかわざとらしいです。エビフライいっちゃっていいんすか。お願いします。プロレス界のエビフライといえば弁慶。弁慶ですね。はい、数々のエビフライを弁慶食べてきましたからね。おエビフライと戦え。戦うんですけど。エビフライと戦え。2打目。いいですね。いや、ちょっと戦うのは一旦置いといていただきます。 2打目。エビフライを。いただきます。すごいね、プリップリっすね。今まで食べたエビフライの中でも1位2位を争うようなプリプリって感じっすね。はい、もう一口いただいていいですか。やっぱりプリプリなんですよ、本当に。ちょっとなんで笑ってるんですか。ずっとプリプリしか言わない。音はサクサク言ってますけど。サクサクしてます。それが言いたかったんですよ。サクサク、外はサクサク、中はプリプリって感じで。弁慶大宝石の食レポうまいよ。はい。ダメだ。次藤井さんが。こてっちゃんいただきます。いいですか。いいですよいいですよ。ありがとうございます。いただきます。いっちゃってください。いただきます。いやいやいや。まず先に。先にしてもらってやっぱり。何て言ってますか。ふわふわして美味しいって言ってます。顎の力強いですからね。顎の力強いんですよ。めっちゃ柔らかかったです。いつも顎強いんで。美味しい。コリコリして美味しいです。みょんみょん顎強いんで、僕ははいちょっとまだ顎弱いんで。濃いですね。味噌の味がお米とめちゃくちゃ合うと思います。これは。だけどヒョウは結構体ね、前ね、ヒョウボディビルコンテスト優勝したんですよ。そのプロレスラーのボディビルコンテストみたいなので優勝させていただきまして、普段はもう味付いたものがあまり食べれないですね。僕は鶏肉と白米で生活してます。鶏肉の胸肉な。胸肉の塩だけですね。でもすごいやっぱいい、すごい体されてたんで。あ、嬉しいです。ありがとうございます。今ちょっと増量期でちょっとむくんでるんですけど、ちょっといつもはもっとバキバキというか、はい。でまたそのボディビルのプロレスラーもやられながら、はい。またボディビルもそれは新日本プロレスさんというプロレス団体がやってる。そうです。主催してる僕他団体なんですけど出していただいて、まあ毎年やってるので来年もあるかもしれないんですけど。棚橋さんとか出てた。そうです。棚橋社長。はい。田中社長出られてました。はい。すごいですね。弁慶もはいいけるんじゃんボディビル。いや、いい体してましたね。本当ですか。なんか親方に言われたらいける気がしてきました。いや王鵬に聞いても来てもどうだったか。そうですか。キレとかそういうので言うと分かんないですね。
あ強そうな体をしてあ、ます。強そうだもん。ちょっととりあえず今日からちゃんと四股踏みますそうですね。四股踏んでまた出直していってください。出直していきますはい、今日はちょっといろいろと食らわされましたはい想像以上でしたね壁に吹っ飛んでました。柵バキって言ってましたうんともすんとも言わなかったですね初めてだったんですけど、はい。一回どんなもんなのかっていうのすごい気になってたんですけど、なんかもともと山梨学院でレスリングおお。やってたのでオリンピック候補だったんですよ。いや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 全然ですけどやっぱりちょっと腰の強さには少し自信があったんですけどね、ちょっと全然ですよいやいや全然もういい押ししてましたもんね。なんか回し取ったら食いついてねいけそうだね。本当ですか覚えればね。いやいや。じゃあちょっとごめんなさい富士山どこ目線ですか。ちょっと今日から一応俺3段目まで上がったから。じゃあ3番目2000。いやいや西51枚。あ25。すいません。これを機に今日を機に藤井部屋入ります藤井部屋にでも本当藤井さんに四股とか教えてもらえたら、はい下半身とか相撲ってやっぱ下半身、はいまあ、どのスポーツも下半身重要だと思うんですけど、だいぶ足腰良くなる。そうですね。あと体幹ね。はいねそうですねすることですよね。体幹あれですねドラゴンゲートのリング上の中ではすごく大事ですよね、今日大関見ました。2歩で土俵ジャンプして。迫力がすごかった。迫力すごかったっすねぴょんぴょんでもう土俵の端まで端から端まで。やっぱパワーだけじゃなくて、やっぱり瞬発力もないと、瞬発力すごいですね。じゃあみょんみょん今日どうでした？迫力がすごくて惚れ惚れしましたまた来てくださいね。また行きます。みょんみょんも言ってますねじゃあヘオ選手、はい。どうでした？本当迫力すごすぎて、はいもう見学してる段階からもう鳥肌立ちまくりでしたよ。さっきもねちゃんこの前にね頭と頭はいぶつかるあれでねやばかったです。本当にもう持ちきりやったもんねそのはい話でね。音というかなんか本当に振動がこっちまで伝わってくるぐらいの迫力で、なんか本当にいい意味で本当同じ人間とは思えなかったですね。藤井さんも現役やられてたから、はい。分かると思うんですけど、やっぱ頭と頭で当たるの本当怖いですよね、初め。ちゃんと当たったら痛くないんですよね。痛くないっていうか、もちろん衝撃はあるんですけど。生え際といいますか。はい。本当ですか？痛くないです。痛いのは痛いです。絶対痛い。痛いのは痛いんですけど、その中でもなんか耐えれるじゃないですか。おでこだとまだ。本当にこの逆に下向きすぎて脳天というかに当たったりすると本当に痛いですし、それこそ首も痛めますし、逆に頭はこう顔を上げてて顔にかまされるのが一番やっぱ鼻とか危ないんで、やっぱこのビビらずに怖がらずにこの生え際のところで当たるっていうのが一番痛い中でも痛くない。なるほど。ここがまだマシなんですね。今日さ単行部とか別にできない。まあ確かにここが一番強いかもしれないですね。人間の頭の中で肺の中。まあマシといえばマシなのかだから怖がったら痛い。な。はい。もう行くしかないですね。そう全力で。そうなんですよ。はい。でもプロレスもそうじゃないですか。やっぱあんな自分たちからしたらですよ。ムーンサルトとか上から飛ぶ方が正直自分たちはちょっと怖く感じるところがあると思うんですけど。でもどうですか？トップロープから何かムーンサルトとか。技とかもやっぱ、はい。
絶対に来るって分かってる痛みを我慢するきつい商売やな。まあそうっすね。まあはい。僕らも立ち会いの時覚悟していきますけど、痛みはやっぱ覚悟の回数とかってすごい多そうだなっていう。確かにそうですね。ね痛みの連発わかるわけじゃないですか、その痛さっていうか、はいですね。まあどんな技が来るかっていうのはあれですけど、でもその、見ながら。はい、技が来る、そうですね。見ながら受けないといけない。はい、ですよね。はい藤井さんのチョップとか張り手とかも数々の、若手を沈めてきましたからね。僕も沈められましたから何回も、ビータで鼓膜僕3回ですみんな平均3回ぐらい破られてますね。僕藤井さんの張り手で顎関節症になりカチカチなるんですよ。でジュニアビビったのは俺の顔面一回張り手かましたんですよ。試合前に僕サングラスを壊されてイラッときて思いっきり張り手したら僕が手首痛めましたいやもう首の強さはやっぱすごいですね、やっぱり。だからその力士やってたよく言うじゃん、力士出身ね、レスラー打たれ強い。いやラブだなって思います絶対。だからやっぱ硬い土俵に転がったり、相手のね150キロ前後の力士にぶち当たってっていうのはやっぱり体が覚えるんですよね。だから力士やって本当俺もう一回力士になりたいですね。そうなんですね。願えば。でもそうですね。でも自分ももう相撲取りたくないってこうやめたらもう相撲取らなくてよかったって思うのかなと思ったんですよ。でも引退した次の場所にこう親方として相撲を見るわけじゃないですか、警備とかで、そしたらやっぱ自分が対戦してた相手がまだこう土俵で戦ってるわけじゃないですか、相撲を取ってる、そういうところを見たら相撲を取りたいなって思ったんですよ。なんかその時に俺相撲好きだったんだなっていうのをなんかこう感じましたね。だって親方ってもう小さい時から小学生、4年生から小4相撲やってたんですけど、大関って何歳からやってたんですか？全然覚えてなくて、でも本格的にそのクラブチームみたいに入ったのは小2とかなんですけど、もうちょい別なんですよ。小1とか望月さんは今日相撲前もですね、親方チャンネルでも山ひ部屋に来て相撲取られてましたけど、今日はね親方3番勝負で1番勝ちましたからね。いやでもやっぱ皆さん稽古の後だったんでどうだった望月選手は？いや強かったですね。ちょっとヒヤッと危なかったです。ヒヤッとして負けるかと思いました。新屋敷さん、ちょっと僕プレゼントいいですか？僕の元僕北の部屋だったんですよ。で新屋敷さん北の海師匠と輪島関の時代凛子時代っていうのがねすごいさっき聞いたらすごいその時代がねすごい興味あったって僕が持ってきました。うわすごい。北の海師匠の笑顔。ありがとうございます。北の海師匠の笑顔。ちょっと見てください。ちょっとまた。すごい。これは後ろ姿しか全然ほとんどめちゃくちゃ見えなかった。貴重な昔の相撲の雑誌ですね。ちょうど僕親父って呼んでるんですけど北の海師匠の親父が24歳ぐらいですかね。この表紙の24歳ぐらいです。24歳ですね。これ横綱上がって3年4年ぐらいなので24ぐらい21歳で親父上がったので横綱に早い。すごいです。だから24歳ぐらいの表紙ですねこれね。まだゆっくりちょっとねちゃんと終わってからやらせていただきます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いえいえどうもない。で自分にはなんかお土産なんかあったっけ？ありますよ探してないからそんな4次元ポケットって結
構相撲興味めちゃくちゃ流行ってますね。レスラーねドラゴンゲート内で。ね。はい。ベッキーまだか見たもんね。はい見たいですね。この前親方巡業行ったんですよ。尼崎巡業。はいだってさせていただいて若元春とも親交があってそうなんですですよねすごい。下部屋も行きましたからね。お邪魔させていただいてなかなかない。挨拶なかったですねいやそんな普通にすいませんいなかったびっくりしたそんな普通にすいませんって言われるんですまあでも大穂関はいましたけどね。いましたよ。ちょうどあれやってたじゃん。棒掴むやつ。そうだったんです反射神経こう。やるちょっとまだそうですこれ大関あれ何本掴めました？反射神経の。三とかですかね。おー3か4。3とか。 2回ぐらいやりましたよね。ジュニア一緒じゃん3本。3ぐらいでした俺ゼロ。でも自分もほぼほぼゼロ本みたいな感じだったですよね、はい、1本とかでしたね。一本でしたはい、意外と難しいですよねいやもう無理です。僕棒が落ちた時もう落ちてる時に掴みに行ってましたからね。まあまた親方チャンネルぜひ見てください。尼崎巡業編でやりますよ。弁慶、はい今度さ、はい3月13日やねんけど、はい新宿フェイス東京のはい実はね。なんすか。いやお前も知ってるやろもうニュースだって知らないもう発表されてるよ。発表されてます。実ははい大宝関のはいご兄弟のはい長男のはい納谷選手 DDT のはい。納谷選手がドラゴンゲートに出場します。うわこれはすごすぎますよ。これはこれはビッグサプライズ。サプライズ。ビッグサプライズですね。まあはい俺らは対戦しないんだけど、そうですね俺らのその、はいね試合のヒールユニットはいそうですね。僕たちの悪いやつら戦いますね。ガガドクロっていうねはい。もう納谷さんにぶっ倒してほしいですね。そうですねはい。納谷さん応援しますよ僕。まとめてぶっ飛ばしてほしい。みんなでね選手を応援し応ましょう。援しましょう。今回行きますか行きましょう。ましょうみんなで。相手ヒールなんでね。ぜひ見てほしいですね。楽しみです本当に。ちなみになんか大穂関いやだからまた嫌そう僕が話しかけるとすぐ嫌そうな顔していつもでお兄さんの見られたりとかするんですかプロレス1回だけ見に行ったことあります。デビュー戦見に行ってずっと場外にいましたね。場外でリング上では戦ってなかっ見えなたかったですだから。プロレス興味あります？詳しくないんですけど詳しくないです見るの好きですぜひね、大竹部屋の皆さんも、今ね、一回と言わず、はい、ね、僕が現役っていうことを見せないといけないから、そうですね。はい、シャミばっかり声でね、じゃなくて、さっき転んだだけでなんかうずくまってたんですけどあれは気のせいですか？なんかおえつしてたよね。いやー、よう俺10年やってたわ、力士生活、今思えば。きつかったっすか。いや、10年だよ。いや、ね、大関に。まさか俺、想像もしてなかったから、胸、バーっていける。大関どうでした、僕の。でも形はやっぱ綺麗。やっぱすり足もそうだけどやっぱ形は一番上着締まってしっかり。ありがとうございます。ね、これをきっかけにね。めっちゃ嬉しそう。本当に俺今日、大関にぶつけるところ。いや、一応回し用意してきてんけど、ちょっと顔じゃねえなと思って。一応控えててんけど、まさかね。30年ぶりに当たったからね、胸に。 30年間でもプロレスやられてるってことですか？そうですね、もう僕来年30周年なんですよ。おめでとうございます。まだ来年ですね。5月で29年経ちますので、5月11日で。で、来年の、5月11日で30周年になりますので、ぜひこちらに。なんかこちらまで何かあった時はこちらまで。番号。こちらまで。売り込み。住所
30周年待ってまーす。